じゃあ今日も始めましょうね。はい、今日もね、面白い話、いつも面白い話申し上げてるんですけど、面白い話からいきますからね。まずお茶を飲む。これやりますね。江戸川慶心は実は食事の前にお祈りしましょうよというの。私はさらに言う。お食事する、用意をする時からもうお祈りし始めましょうよというんですね。もう何度も申し上げています。祈りっていうのは、私はこれからこういう体験するぞっていうのを宇宙に宣言するのが祈りです。ですからお食事の用意、もう立とうとする時そうですね、お食事の用意しましょうという時に、私の場合はたった今これから世界中の人たちの心身を健康にしているぞ、これからって言ったけど、たった今もう世界中の人たちを心身を健康にしている目的、これが祈りですね。目的をはっきりさせる。でそれをこうやるんですね。それでお茶を作る、例えばお食事を作る。で私の付き合っていただくと分かると思うんですけれども、もうね、お食事を作った人を、作ったお食事を褒めて褒めて褒めまくるんですよ。おいしいねって言って褒めて褒めて褒めまくる。だからいつもあなたは何々さんはおいしいごちそうを作ってくれてありがとうって言ってね、冒頭から褒めるの。これが慶子流の生き方かな。で一方非難批判否定しないというのが、これも慶子うるさく言ってるかな。非難批判否定しない。だから私は確かに子供育てましたけれどもね、うちの子供は私に怒られたことがないと思う。本人はどう思ってるか聞いたことないから知らないよ。ダメダメダメ、こうしたらダメとこう言わないんですよ。実はこのね、赤ちゃんはダメダメというのがわからない、あるいは小さいお子さんはわからないんだよね。だからダメと言うんじゃなくて、こうしたら面白いよ、こうしたら楽しいよ、こうしたら怪我しないで済むよという言い方をするかな。これとっても大事で、世の中ではどうもお母さんたちがダメダメと言いますね。うちなんか家内が私にダメダメ言いますよ、今でも。私はそういうのをまた完璧に許してるんでね、ダメダメ言われても平気だけど、またその許しの体験をするのが人生でしょうね。でも赤ちゃんはまだ許しという体験ができない、選択はしてるんだけどできないから、頭からダメダメ言われるとね、なんで私はこんなに嫌われてるんだろうなと感じるんじゃないかな。これも何度も言ってます。私はワンちゃんたち育てるのとっても上手ですね。やっぱり言わないからですよ。こうしたらいい、こうしたらいい、これ面白いよ、こう面白いからやってみようよという言い方をするかな。だからダメダメ言わない。ということはね、自分にもダメダメ言わないんですね。あちらこちらからもう本当にたくさんの講演会頼まれますね。で初めての方々にお会いして初めて慶心の話をするとこんがらがっちゃうんですね、私の方が。ですから多分なかなか皆さんもそうだけど、今日は通じてよ、なかなか通じないっていう体験するんだね。ですからね、今日は失敗したな、これはいいんですよ、失敗したなって感じるの。でもそれについて自分を絶対ダメと言わない。で失敗したな、即座にこれでよかったんだ、これでいいこといっぱいある、これで私の聴衆の話を聞いてくれた皆さん、そうこれでいいこといっぱい起きてんだ、嬉しいな。でご安さんにしちゃうから悩まないかな。でほらいいこと起きてるんだ、これで皆さんにいいことが起きるんだ、全部祝福してるじゃない。でこの祝福って言葉もなかなか難しいですね。これもね、私がやってるというんじゃなくて、命、意識、神が、愛が、喜びが私を通して今やってんだ、こういう感じなんですね。ですから祈りっていうのはそれですね。でもすぐやってご覧に入れますよ。皆さん体の痛いとことかね、具合悪いとことか
凝りがある、ちょっとこう感じてみて、それが目的をはっきりさせるっていうの、それを私は悪いと言ってない、あったら感じてねというだけですね。でよく言う人がいるんですね。福田先生どこも悪くありませんって言うと、またその人に変なこと言うの、つまんない人って言うんですね。このつまんない人と言った時に否定してるんじゃない、非難してるんじゃない、これで面白いことが起きたんだよということを表現してるだけですね、私流に。だからつまんない人と言われた人もね、みんなニコ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 してますよ。安心して、はい、おいたちおたら乗ります。いいですか？目的はっきりさせましたね。皆さん自分の目的、さらに言います。自分のお子さんがいたら、お子さんが具合悪いところがあったら、ワンちゃん猫ちゃん具合悪くなったら、それを目的にしていただいていいんですよ。私がこれからお茶飲みます、治りますよ。本当いいですか？やってみます。これからのお茶はでもこれね、なんていうんですかね、よくやるんじゃないですかね、漫才師じゃなくて記述師ね、これ何にも入ってませんよってそれやってるだけです。はい、お茶、私が入れたお茶、はい、今日皆さんのために面白い体験したくてお茶入れました。でお茶入れますね。この時もそうです。見ててください。私は肘を上げない人間です。何度も言ってます。お茶碗持つ時もそうですね。これ無意識にやってます。でもこれ身につけるといいよ。お茶碗私こうやって持ちません。こうこうこう。お茶碗いつも体の中心に持ってってますね。それでこれ押す時もそう。こうやって押さないんですよ。もう見てて、ほら、もうこうやって押してない感じでお茶注ぎましたね。それでいただくわけですけれどね、こういうことですね。いただく時もそうですね。お茶碗を目の前に持ってくるの、こうやってやらないの、こうやってやらないんですね。これもいい悪いではない、私はそうしてますよっていうの。そうすると肩凝らないし、そうすると勢いが出てくるかな。もう一言、命意識が知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る働きを、ほら私の体を通してお仕事をしてくれる働きだから、お仕事するんですね。いただきますよ。こんな感じ。暑い、ここがまた大事。暑かったら暑いと感じるんですよ。で今もそうですね。私ね、いいデモンストレーションしようと思ってね、おいしいねって言おうと思ったの。でも私が感じたのはね、暑いだった。暑いだった。だからこれ暑いという、これがまた大事なんだね。みんな人を非難否定しないとこう言うと、悪いことしてる人も非難否定しない、そんな意味じゃない。悪いことしてたら、この人悪いことをしてるよというのを非難批判否定しないということですよ。だからいつでも今ここにいるという言葉があるけど、今の働きをいつも感じている。私を通して今って上からも来る、ね、前から来る、後ろからも来る、これも決まってはいない。今を感じてるとそうなりますよ。でまたお茶飲みます。今度はおしゃべりしてたんで多分冷えたと思う。飲み頃になったと思う。飲んでみますよ。はい、これ小さくなったのはこれまた大事。いいですか？これ後の話に続きますからね。こう伸びるためには小さくならなきゃ伸びられないよ。伸びる体験は縮こまることから体験始まるんですね。ですから私縮こまりました。これ素晴らしく美味しいお茶を飲みたいから縮まったんですね。そういうことですね。はい、下向きました。はい。で遠くを見ましょうよ言ってるけど、今お茶見てる。これは遠くを見たいがために、要するに遠くを見るという体験をしたいから、こういう下向いてるだけですね。うるさいね。これもね、素晴らしい体験を皆さん知ってほしいから。はい。美味しい。ちょうどいい湯加減になりましたね。で私が今
美味しいって言って遠くを見たでしょう。広がりっていうんですね。繰り返しますけど、広がりに2つある。同じことなんだけど、時間的な広がりと空間的な広がり、それから私さっき暑いって言ったけど、今美味しくなりましたよって言いましたね。これも広がりですね。過去は過去、でも今広がってるから、過去のことは熱いお茶もう何の問題もない、何の私に影響力がない。皆さんそこのところね考えちゃって、過去ばっかり問題にする人は熱いお茶熱いお茶熱いお茶って言って、ほら熱いお茶を選択してるから美味しさを体験できないんですよ。そこで自分自身にもダメダメと言わないの。今日一日もういいこといっぱいなかった、面白いねですよ。これ生かして今度は面白い体験するぞって言って決めればいい。これまた何言ってるかというと、こういうことなんだよね。失敗はない、そこまで行きましたね。でもその後のこと、よく運命を問題にする人がいる。問題にして構わないんですよ。否定してるんじゃない、非難してるんじゃない、事実を事実のまま申し上げてるんですね。運命ということ、私の運はいいんですか悪いんですか、そういう質問があったり、私は悪い運を選択しました、っていうの、私たちは今の通り道であるだけで、いかに通り道をすっきりさせておくかあんまり考えないということですね。悪い方に考えないということがすっきりさせておくということですよ。悪いこと考えると、ほらせっかく素晴らしい知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る働き、運命のことを言ってるんですよ。をほら悪くしてしまう、悪くする選択をしてしまうから悪い体験をしますよというだけですね。ですから私は運命に関してはトンと全くいや考えたこともないと言った方がいいかな。そう言われると考えますよ、運命っていうのがあると感じてる人たちがいるんですねと、こういうことだけど、私に運命があるか、全くないかな。で福田先生、先ほど講演会でうまくいかなかったって言ったじゃないですか。俺運命じゃなくて私は選択したのを体験してるだけで、今度あるいはたった今それをいい体験をしたなということによって私は進歩することができる。さらにこれからこの話はこうやってこうやってこうやって、あの時こうなったのはこうなったから反省というやり方をやってるんですね。あの時例えばベッドが一つしかなかったんで何人もの人をいっぺんに治療することができなかった。そういう体験したから今度はベッドを皆さんにね講演会場にベッド持ってきてっていうのは大変なんですけれどもね、あらかじめ言っとくわけですよ。ベッドで何人かが一緒に寝られるように用意してくださいねと言って申し上げたんだけれども実はうまく通じてなかったと、そういうだけですね。はい、また面白い話しますよ。